一般に昆虫は一度にたくさんの卵を産む。数百の卵を産む昆虫は決して珍しくない。そのすべてが成虫になり、同じように卵を産んで増え続けると仮定しよう。はじめの数を500。半分をメスとして計算すると、3世帯目には3125万。6世帯後には実に988兆に達してしまう。しかし、実際には、ある種がさまざまな原因で異常に増えたり、減ったりすることがあっても、動物の数は長い時間の中では一つの釣り合いを保っている。この釣り合いの仕組みをアメリカシロヒトリを例に調べてみよう。アメリカシロヒトリは5月の中旬から下旬にかけて桜やプラタナスの葉に一塊の卵を産む。その卵塊、この数百の卵のうち成虫になるのは果たしてどのくらいだろうか。数本の桜とプラタナスが植えられているここはアメリカシロヒトリの研究用地。卵から成虫までの数の減り方を追跡調査するところである。まず産みつけられた卵塊を葉を一枚一枚めくって丹念に探す。見つけた卵塊には目印をつけ写真を撮る。研究地では全部で15個の卵塊が見つかった。撮った写真を引き伸ばし、卵の数を正確に数える。一つの卵塊の卵の数はおよそ200個から1000個。合計1万116個の卵が確認された。約10日後、卵は孵化した。一例幼虫は口から糸を出して巣網を張り、その中で密集して生活する。巣網の中の幼虫の数を調べる。一例幼虫は全部で7324。卵の数の 72.4% にあたる。卵はすべて幼虫になるとは限らない。孵化する前に死んでしまうものもある。孵化したばかりの小さなアメリカシロヒトリを狙っているのはクサカゲロウの幼虫。ハナグモがやってきて幼虫を捕らえる。ハナグモやクサカゲロウの幼虫もアメリカシロヒトリだけを狙うわけではない。普通は
草むらや雑木林で小さな昆虫を捕らえて生活している。たまたま桜やプラタナスに住み着いたものがアメリカシロヒトリを襲っているわけだ。数日後、幼虫は脱皮して二例になった。数を調べると7324から6568に減っている。ハナグモやクサカゲロウの幼虫は相変わらずアメリカシロヒトリを取り続ける。菌に侵されて病死した幼虫。これはカニグモ。寒冷の頃までは幼虫を捕らえて食べるもの、つまり捕食者による被害も比較的少ない。病死するもの、餌を十分に取れず餓死するものもあるが、幼虫は巣網に守られて順調に生育を続ける。四例幼虫。体も一段と大きくなり、この頃から葉の被害も目立ち始める。猛烈な勢いで葉を食い荒らし、新しい巣網を作りながら舐め尽くすように移動していく。これは16時間の活動の微速度撮影。4例の生存数の調査。根気と労力を要するこうした作業の積み重ねによってアメリカシロヒトリの数の減り方が明らかにされていく。4例になった数は4841、卵の約半分になった。6月の下旬、幼虫が大きくなるとアシナガバチが姿を現し始めた。巣網の中の幼虫は簡単には取れない。網を破って幼虫を引き出す。捕らえたアメリカシロヒトリは皮を剥ぎ団子にして巣に持ち帰り幼虫に与える。一旦アメリカシロヒトリの集団を見つけたアシナガバチは繰り返し現れて
一日に数十匹の幼虫を捕らえる。5月から7月は小鳥がヒナを育てる季節。ヒナの餌を求めて活動が盛んになる時期だ。巣に餌を運ぶシジュウカラ。さまざまな昆虫の成虫や幼虫、クモなど、多い時は日に2、300回も持ち帰る。この頃の小鳥は昆虫やクモにとっては最大の天敵である。成長したアメリカシロヒトリもシジュウカラやムクドリ、スズメなどの攻撃を受けるようになり、死亡率が高まっていく。六齢幼虫の数を調べる。六齢に達したのは五齢の半分以下の1670。卵の総数の 16.5% にあたる。幼虫は六齢になると巣網を張らずに生活するようになる。この頃ウイルスに感染して病死するものが出た。六齢以降も幼虫は引き続き鳥やアシナガバチの攻撃を受ける。成長した幼虫はアシナガバチに襲われると自ら落下して攻撃をかわす習性を持つようになる。鳥などの捕食者の攻撃を免れた幼虫は再び木に戻るが、こうしたことの繰り返しによってアメリカシロヒトリは次第に分散していく。
70、幼虫の最後の段階。残り少なくなった幼虫につきまとっているのは、寄生バエの一種、ブランコヤドリバエ。幼虫の体に産卵する機会を伺っている。白くついているのがその卵。かえったウジはアメリカシロヒトリの体に入り込んで成長する。孵化してから約1ヶ月、70幼虫は木を降りて枯れ草や石の下に潜り込み、やがてさなぎになる。さなぎの数を後で調べるために木の幹に藁を巻き、地上に降りて分散するのを防ぐ。こうしておけば幼虫は藁の中でさなぎになるからだ。すべてがさなぎになった頃、藁を開いて数を調べる。7000を超えた一例幼虫のうち、こうしてさなぎまで生き続けてきたものは極めて少ない。全部で155、卵のわずか 1.5% である。小鳥やアシナガバチなどの影響はどの程度なのだろうか。それを調べるためにプラタナスに細かい網をかけ、500匹の三例幼虫を放しておいてみた。外敵の侵入できないここでさなぎになったものは216。網のないところの20倍の生存率であった。この結果からも小鳥やアシナガバチなどの役割がいかに大きいかがわかる。日常、田や畑、草むらや雑木林で見かけるさまざまな昆虫たちは、一見勝手気ままに振る舞っているように見える。しかし、種類ごとに減り方はさまざまであるが、今まで見てきたアメリカシロヒトリと同じように、決して自由に増え続けることはできない。155個のさなぎの一部を
容器に収めて引き続き観察しよう。やがてアメリカ白一人の成虫が現れた。7例の時産卵したブランコヤドリバエの出ているものもある。アメリカ白一人の体内で育ったブランコヤドリバエのウジは体の外に出てさなぎになる。これは別の種類の寄生バエ、キイロハリバエ。寄生バチの出てくるものも多い。ヒメキヤシフシオナガヒメバチ、キヤシブトコバチ、カビに侵されて死んだサナギ。成虫の体ができていながら羽化できなかったものもある。このようにサナギの段階にまで来てもそのすべてが成虫になることはできない。155のサナギのうち成虫になったのは58匹。生まれた卵の 0.57% であった。この生存数の変化の記録をグラフに整理してみる。最初の卵の数を100として減り方を見よう。1例から4例にかけては主にハナグモやクサカゲロウの幼虫などで減っていく。5例から7例にかけて小鳥やアシナガバチのために減り、サナギは寄生バエや寄生バチなどによって死ぬ。残った 1% に満たない成虫も鳥に食われるから、次の世帯を残すものはさらに少ないと言えるだろう。1万116個の卵から58匹の成虫へ。その過程を追う中で私たちは自然界の釣り合いの一面を見ることができた。こうした野外での観察研究から昆虫の数を制限するものは何か、なぜある昆虫は大発生しあるものは少ないのかといった疑問を解き明かすことができるであろう。